というわけで完成いたしました。こちら、正式名称は分かりませんが、レールジグと呼んでおりました。こちらレールジグは私のアイデアで作成したわけではなくて、確か広島の加工屋さんのブログを見てですね、真似して本職時代にも作ってたことがあるんですけど、今回、DIY ヤーになった私もまた作りましたレールジグです。広島の加工屋さんの名前は勝手に言うとまずいかもしれないので、とりあえず伏せときます。はい。で、このレールジグを使用すればスロークを超えた加工が非常にやりやすくなるということで、今後のために作りました。だいたいね、作ったジグとか仕組みっていうのは未来の自分を助けてくれるということでですね、こういうものに時間をかけるのはですね、有意義な投資やということで作成しました。で、今回の切削工具の、特にレビュー案件ではないんですが、非常に良かった工具を紹介したいと思います。トータイムさんの超高ラフィングエンドミル T4346 の 080RF の60の 4F 超高の不等ピッチ不等リードのラフィングエンドミル、こちら非常に良かったです。私の愛機が卓上 CNC になってからというもの、鉄の加工というものが非常にですね、時間がかかってストレスの多い加工になったというところでですね、悩みが多かったんですけど、荒取りの負担を軽減させてくれそうなナイスなエンドミルかなと思います。多分今後使っていくかなと思いますが、こちらのエンドミルに関して言えば、私がですね、どれぐらい条件上げれるかなということで、AE で 1.5mm、AP で20mm近く 19mm だったかな、かけたところ先端が割れてしまいました。これはですね、主軸トルクが非常に低いっていうのと合成が低いというので、負荷をかけると振動が起きてですね、割れやすくなるんですけど、その領域に至って割れちゃったという感じです。もうちょっとね、合成のある機械だったら、マシニングだったらもうちょっといい条件でいけると思うんですが、限度はあると、いいエンドミルとはいえ限度があるという感じです。で、こちらカーメックスさんの MC0606C24A90MT8 の両面取りカッター、表面も裏面も取れるっていうね、非常に便利なカッターです。細くてね、なんか頼りない気がするんですけど、裏面取り表面取りともに C1 一発でかけても全然いけるっていう現役時代からのお気に入りのツールとなっております。なんでこれを選びましたかと言いますと、今回 T スロのこの裏側の面取りを大きめに取りたかったからこいつ選びました。非常にね、 T スロットの内側の面取りを手抜くと、T スロットでT スロットナットで締め込まれるたびに、溝の内側が変形してナットが通りにくくなるんですよね。なので大きめに面取りした方が絶対いいということで、現役時代から信頼感のあるこいつを、選びました。で、裏面取りのプログラミングってちょっと難しいところがあると思いますが、後ほど、サブチャンネルの方で、フュージョン360を用いた裏面取りの取り方の解説動画も作りたいと思いますので、興味ある方はサブチャンネルの方を登録してお待ちいただければと思います。はい、というわけで、こんな感じでですね、レールジグを作成して今後の加工の幅が広がったというところで、今回の動画は以上としたいと思います。というわけで、面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。